皆様ごきげんよう、シンガーソングライターのキキです。はい、ということで今日は久しぶりにポッドキャスト会でございます。今日もですね、YouTube の方動画回しながらやっていきたいんですけども、いやもう4月後半ですね。早すぎん？ちょっと早すぎて毎回言ってる気がするけど、マジで今月も早すぎて、ちょっともうどうしよう。もうちょっとで私の誕生日やし、早いね。いやー、いかがお過ごしでしょうか。なんかね、すごい4月なんだけど、夏みたいですね。普通に暑いからさ。まあ今日はね、ちょっと部屋の中なんで長袖着てるんですけど、普通に外お出かけするときは私半袖で移動してます。ちょっと夏どうしよう、大丈夫かな。夏苦手なんですよね。いや、得意っていうか、ナッツ好きな方いるじゃないですか。マジで尊敬します。私もう冬しか勝たんのですよ。冬はね、強いです、逆に。寒さには強いんで、割とずっと冬でいいタイプなんですけど、はい。ちょっと今日はお休みだったので、まあ、朝ねちょっとジム行ったりお散歩したりまつげ行ったりで、帰りにお花がね、もう家に飾ってるお花が枯れたんで買ってきました。で、だいたいいつもこの切り花を買うんですよ。こういうやつね買うんですけど、今回はですね今回はなんとついに私植木のお花を買ってきて、 YouTube の方見れるんですけど、よろしければポッドキャストのね、お客様って言っちゃうすぐ方もね、よろしければ YouTube の方見に来てください。この黄色のねちょっと植木のお花を今回買ってきました。ちょっとね、形が胡蝶蘭みたいなお花の形でもすごいちっちゃいんですよ。サイズはすごいちっちゃくて、頑張って育てようと思います。で、これね、時が来たらちょっとカットしてお部屋に飾りたいなって思ってるんですけど、これ切ったらさ、もう生えてこないよね。生えてこないよね、これ。なんかピッコロの腕みたいにちょっと生えてきてほしいなって思うんですけど、ちょっとわかんないですね。お花に詳しいお友達がいるので、ちょっと聞いてみたいなと思います、今度。いやー、いいですよね、お花。一人暮らしを私過去してたんですけど、一人暮らししてた時期はまだそんなにお花のこう魅力にちゃんと気づいてなくて、こうお花を買うってことはしてなかったんですけど、いやもうなんかやっぱりすごい癒されるんで、なんかこう一緒にねこう頑張って咲いてくれてる感じ、生きてくれてる感じがすごいなんかもう愛おしくて、もう私は毎月ね、お花が枯れるたびに買いに行ってます。で、こういう1本でガーベラとかだと185円とかなんで、しかもお花が結構強い種類なので、そう生命力結構強めなので、すごいコスパいいし、しかも華やかだし、いろんな色あるしね。だから毎回ね色迷うんですけど、なんかこの色を今回ピンクなんですけど、なんかピンクはなんとなくこうハートの色に似てるなと思って、愛の色というか、そうなんかちょっとあったかい気持ちになりたい時とか、なんか恋愛運とかもなんとなくアップしそうなので、今回はピンクを選びました。はい。だから結構気分によって色変えますね。紫とか、そうだな。青とかはちょっとヒーリング系の色かなと思ってて、まあ緑もまあ癒しなんだけど、どっちかというとこうナチュラル、なんか自然な色じゃないですか、白とか。そうなんかこうナチュラルな自分でいたい時はそういう色ですかね。赤は結構邪気を払ってくれるっていうので、なんかこうそれこそ生命力がちょっと足りてないなっていう時とかは赤を選んだりするし、なんかこのお部屋のこう空気によって結構お花の色変えますね。私は考えます。はい、よろしければね、そう、一人暮らし、たまになんかこう、
普段は大丈夫なんですけど、ちょっとなんかこう落ち込んでる時とか、人恋しい時ありません？私はありました。なんかね、その時にワンちゃんとか思うんですけど、結構ハードル高いと思うので、そう、そんな時にやっぱお花って感じかなと思います。そんなあなたにお花みたいな。はい、感じで、よろしければ、もしあんまりその興味ないよって方は、一回ね、ちょっと飾ってみてほしいですね、個人的に。うん、すごい癒されます。ちょっと今お話ししたのも、今日のメインテーマに繋がるんですけど、じゃあちょっとメインテーマいきますか。はい。はい、ということで、メイントーク入っていきたいなと思います。今日はですね、豊かさの正体っていうタイトルに沿ってお話をしていきます。はい。一応さ、今んところ30個ぐらいタイトルは考えてるんですけど、全然できてないんですよ。悔しい。悔しい。いや、喋ればいいんですけどね。あのそう、ちょっとね、時間を言い訳にしたくないけど、時間があんまりなくて。あと私ね、あんまりね、こう、喋るの好きなんだけど、語彙力がないから、そう、なんかこう、なんて言えば伝わりやすいかなとか、すごい考えちゃうんですよ。なんか自然にね、こう、誰かと話してる時は、ペラペラ出てくるんだけど、こう、伝えようって思うと、なんか力入っちゃうから、だから本当にもうそのまま、なるべくそのまま行きますね。そう。で、そう、豊かさの正体、さっきもね、こう、さっきもお話ししてたんですけど、例えばこうお花とかワンちゃんとか部下を育てるってこともそうだと思うんですけど、こう何かしらこう命を育てさせていただくと、やっぱり自分の心も豊かさ、その豊かになっていくというか、育つなって思ってて、その自分の心も育っていくなって思ってて、そうなんかね、もう結局ね、豊かさってほんまに最強やなって思うんですよ。生きててね、もちろんね、お金は大事です。もう私もね、幼少期ね、もう本当にそこを経験してるので、そう後でこれも話すんですけど、ね、お金は大事だよですよ、ほんまに。なんですけど、もうそれよりも大事なのはやっぱり心の豊かさですよね。そう、心の豊かさっていつ出来上がるの、どういうタイミングでできていくんやろうみたいなと思った時に、今言ったこう何かを育てるってことでもそうですし、広がると思うし、あとは辛い経験をした時とか、そういう時にそれを乗り越えた先にこう豊かさって広がるなって思います。いろんな方を見てきたんですけど、もともとね、その生まれ育った環境、そのご両親がすごい穏やかで、そのままやっぱりその穏やかね、お二人に育てられて穏やかになるケースもあると思うし、いろいろね、こう最初はちょっと大変だったけど、でも自分で気づいて努力して豊かさを手に入れていくっていうパターンもあるし、どっちも素敵だと思います。なんですけど、私はどっちかというとやっぱりこの後者の方がほんまにすごいなって思うし、そういう方と出会ったら本当に心から尊敬します。なんかすごい体験談とかも聞きたくなるし、まずね、話す前になんとなくこう雰囲気でね分かるんですよね。この人すごいいろいろ乗り越えてきはったやろうなっていうのがやっぱ分かりますね。もうにじみ出てるんですよね、こう優しさというか。やっぱりそのね、あの感覚は、やっぱり苦労しないと出せないですよね。そうだから私もそういう方に出会ったら、私もそうなっていかないといけないなって、こう勉強させていただきますね。やっぱり心がね豊かだと、例えばこう何か問題が起こった時とかも
冷静でいられるし、そうあとは自分がね何も起こってなくても誰かが問題起こった時もなんかちょっと余白があるとその悩みを聞いてあげれたりとかするじゃないですか。皆さんもね誰かの悩みを聞かれたこととかもあると思うし逆もあると思うんですけど、その逆の場合ですね、誰かに自分の話を誰かに相談する時ってやっぱり人を選ぶじゃないですか。なんかやっぱりちょっと余裕がありそうな人に皆さん相談すると思うんですけど、私もそうなんですけど、そうなんかね別に同じような経験をしてるかしてないかとかじゃなくて、余白があるかないかを私は感じてほぼ本能的にもう相談しちゃうことはあるんですけど、だから私自身も誰かの街のホットステーションでありたいなって思うんで、だからほんまに毎日が修行やなって思います。この人生はねもうずっと修行だなって思ってます。だからやっぱり幸せなことよりも辛いことの方が多いのはもうしょうがないなって思うし、でもそんな中でどれだけ豊かさを広げられるか、豊かでいられるかっていう常に修行させてもらってるなって思います。豊かさイコール愛イコール豊かさだと思うんですけど、これはね私も教えてもらった話で、やっぱり人のお役に立ててることをしていれば必ずそれは豊かさにつながるって言われてて、教えていただいて、で人のお役に立てることが豊かさになるかってちょっと考えてたんですよ。でその時に分かりやすく言うとお医者さんかなって思うんですけど、お医者さんってすごいお金持ちなイメージあって、っていうのはやっぱり人助けをしてるから、人よりもやっぱり大変なお仕事をしてるから結果的に豊かさが得られるのかなって思ってて、でお医者さんになる前のその動機も誰かを助けたいから、誰かの役に立ちたいからって始まってると思うんですよ。そうであってほしいなって思うんですけどやっぱりね大変なことを選んでれば選んでるほど、その人のお役に立っていれば立っているほどやっぱり豊かさって大きくなっていくなって確かに思いました。そうだからこそ私もその両方さっきも言った両方ね大事だと思います。その心のね豊かさはもちろん大事ですし、それと金銭的な豊かさも大事ですし、だからね本当にこの両方バランスよく得られるようにこれからももっと頑張っていきたいし、私はねもっとねちょっともうここではねまだね言えないんですけど、めっちゃでっかい夢があって、それはめっちゃお金かかるんですよもうお金がかかる。でも人の役に立てるはずなんです。たくさんの方をねおそらく助けられることだと思うので、だから今まずできることは音楽を作ってたくさんの人の心にその自分の愛をですね届けていくってことが今のミッションなんですけど、私自身今までいろんな音楽いろんなアーティストの方に救われてきて、今度は私がその番だなって思ってて、まずはこのル
ルーティンを作っていくって言ったらいいんですか、その流れですね、を作っていって、またその先でその今描いてる、もっとさらに大きいミッションが果たしていけるかなと思ってるので、だからね、今のところはなんて言ったらいいのかな、本当に目に見えて形になってるかなってないかはわからないけど、でも必ずこの毎日の積み重ねは必ず次の未来につながってるって信じてるので、だから頑張りますなんかこう SNS とかを見てると、そうだな、成功してる方をこう妬む人っているじゃないですか。その有名な方とか、妬む人っているかもしれないんですけど、でもそういう方にもやっぱりチャンスってあるし、成功してる人を見て悔しいって思うのは私も正直分かります。私も同じ道でね活躍してる人がたくさんいるので、今はもうほぼもう今はもうめちゃくちゃ自分にね集中してるのでそんなこと言ってられないんですけど、過去は結構悔しいなと思いはありました。妬むまではいかないけどね、私もそういう風になりたいなって思ってた時期があって、でもなんか考えてみたら自分もその世界に行きたいから、自分もなれる可能性があるから悔しいって思うんやなって思って、だからその SNS とかで見るアンチの方々もですね、ジャンルは違えどもその方もおそらく成功したいって思ってるんですよ。この自分のね人生を豊かにしたいって心のねどっかでは思ってるから、そういう思いが多分出てくると思うんですよね。何も思ってなかったら何も思わないですよ。羨ましいって思わなかったら多分そんなね言葉出てこないと思うので、だからあるんですよ、チャンスが。誰にでもなれるチャンスがね、なれるんですよ。だからどうか誰かの人生を引っ張るその前にちょっと待ったって自分の人生にもっと信じてあげてほしいなって思います。私も今その最中で頑張ってるんで、一緒に頑張りましょう妬むくらいならねもう目指せばいいと思います。でもこれが難しいんですけど、でも私はそう思いますね。本気ならねなれるんですよ、本当に本気なら。でも大体の方は諦めちゃうんですよね。私も音楽やってきて本当にいろんな人が辞めていくのを見て、で私もねこうやって続けさせてもらってるのはもう本当に自分の力だけでは絶対無理だったし、周りのねサポートがあったからこうやって続けられた。そして私はこれがミッションだから、私の使命だから続けられるんだなって思って、だから辞めてった方もこのミッションとは違ったのかもしれない。別のね途中で気づく場合もあるから、それはそれで正解だと思うので、なんか別に間違ってるとかじゃないんですけど、でも大体の方って一番のこの望みを諦める人が多いですね、やっぱり。だからほんの一握りの世界ってあるんだなって思います。なんかそのほんの一握りの世界がすごい価値というか難易度が上がっちゃう理由なんですよね。でもほんまにシンプルですね。シンプルだと思います。もう全然なんかそんなにね本当にやりたければ諦めなくていいと思います。何かお仕事をしながら続けるってことも絶対できるはずなので、でもその違うことをしてみて、そっから自分の人生こっちがやりたかったことやって見つける方もいるんで、さっきも言ったけどすいませんまた戻っちゃった。それはそれで OK。
で時々ねお話ししてると自分って何がやりたいんやろとか好きなことがまずわからない、だから夢があっていいねって言ってもらうんですけど、なんかそういう方はよろしければ、でそういう方でもしなんかこう目標とかなんか見つけたいよって方は、自分がちっちゃい時とかすごい熱中してたこととか好きなこと、なんかこう私だったらこういう発信とかが、続いてるんですけど、こうなんか続いてるなってこと、例えば旅行が好きだったり推し活とかでもそうですけど、あとメイクが好きとかね、本当に何でもあると思うんですよ。本が好きとかね。だから今 SNS の時代だから、たくさんね情報は出回ってるとはいえ、自分オリジナルの発信をしてみるっていうのはすごいいいと思います。だってその人しかいないからね。そうこの地球上にたくさん人はいるけど、その人、皆さんは皆さんだけなんですよ。もう本当にオンリーだから、オリジナルの存在なので、だからやっぱり何かしらこう違うし、その込めるエネルギーとかも全然違うから、いっぱい出てるけど、全然その好きなことをこうアップしていくっていうのもいいと思います、私は。なんかそこまでしなくても、なんかこう SNS とかじゃなくても、こう資格を取ってみたりとかね、すごい私の母だと世界遺産にすごい興味があるみたいで、世界遺産認定とかもあるから、そういうのにこう没頭してみるとか、お花が好きだったらある程度こう自分でフラワーアレンジ学んでみたいなって思って、その教室を探して教室に通ってみるっていうのもいいと思うし、もう何かしらやっぱりあると思うので、そうぜひやってみてください。ということでいろいろお話ししましたが、豊かさはもう無限に広がっていくと思うので、私もこう限界を決めず、心の豊かさ、そしてそれが金銭的につながっていけるように、そして皆様のお役に立っていけるように頑張ります。ありがとうございました。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。キキでした。